どうも、釣りバタチャンネルです。2月下旬と3月初旬に、2週に分けて、1級船舶の講習に行ってきました。そして無事に、1級船舶免許を取得することができました。パチパチで、今日は、取った自慢をしたいわけではなくですね。船舶免許って難しいんじゃないのとか、お得に取る方法はとか、一級船舶を取ったからこそ分かったことを皆さんにお伝えしたいなと思ったので、動画にしてみましたよ。楽しいマリンライフを一人でも多くの人と分かち合えたらと思うので、参考にしていただけたら嬉しいです。では早速、船舶免許の種類。まず免許の種類ですが、1級、2級、古船、特殊とあって、海でプレジャーボートを運転するなら、1級か2級を取ることになると思います。で、制限がないのは1級だけど、難易度がちょっと高く、講習も長いです。概要には出ず、例えば東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海、有明海など、湾内で航行するなら2級船舶で十分と言えるかと思います。日本海や太平洋の沖合で釣りするなら、1級がおすすめですね。1級、2級、古船、特殊の細かい違いや条件など、もっと知りたいって方は、船舶免許、種類で検索するとたくさん出てきますよ。JMRA のホームページがわかりやすかったですよ。続いて、免許の取り方。船舶免許の取り方ですが、実は3パターンありまして、これも JMRA のホームページに掲載してあったのですが、1、一発試験、2、スクール、3、教習所というパターンがあります。それぞれ違いがあるので、説明していきますね。一発試験は、試験センターで学科試験、実技試験を行うやり方です。車もそうですが、実技も一発ってのはなかなかハードル高そうですね。2級学科試験は勉強すればいけると思うのですが、問題は実技試験ですよね。試験で初めて操船することになると思うので、人命救助や着岸の審査が特に難しいと思います。加えて、1級学科試験では海図が出てくるので、これもかなり対策しないと難しいでしょうね。スクールの場合は、試験のための講習を受けられるところなので、国家試験は別途受けに行く必要があります。実技試験免除のところもあるので、その場合は学科だけ別途試験を受けに行きます。教習所は、国交省の認可が下りているので、学科や実技講習の後すぐに審査を受けることができ、合格すればその場で終了になります。仮に落ちてしまっても、すぐに補習が受けられるので、合格率が高いですね。まとめると、一発試験は、自分で参考書とか見ながら、ゼロから勉強。スクールは受かる水準まで、インストラクターに教えてもらう。教習所は規定の時間、講習を受ける。という違いがあります。スクールや教習所によっては、様々な特色があって、オリジナルのカリキュラムを提供している場合もあったり、マンツーマンでやってくれたり、出張サービスもあったりと、幅広く対応しているようです。実技も同様、一発試験は車の一発試験のように、いきなり本番に臨むことになります。スクール、教習所はきちんと実技講習をやってくれます。スクールによっては、実技試験免除コースもあるようで、講習が終わったら審査、という流れにもできるようですね。その場合、料金が多少違ってくるんでしょうね。国家試験の受験の仕方ですが、一発試験、スクールは、開催日を決めて、受験会場まで行くことになります。スクールによっては、実技審査を行ってくれるプランもあるようです。教習所は、講習の後すぐに、審査も行ってくれます。さっきまで練習していた会場で、実技審査を行えるのがメリットですね。僕の時は、その日たまたま、
パースに向かって風が吹いてくれていたので、ガチャガチャ操船しなくても、勝手に船が寄ってくれたので、ラッキーでした。最後に費用ですが、一発試験は、すべて独学でやるわけですから、受験手数料のみ負担することになります。落ちたら再試験料がかかるので、落ちまくったら、費用が膨れてしまいます。教習所は、講習費用、審査手数料、申請代行手数料などが、オールインワンになっているので、一番高く見えますが、審査に落ちても、追加費用がかからなかったりするので、安心感がありますね。スクールは、教習所と一発試験のちょうど中間というイメージですね。学科講習を省いて、費用を抑えることができます。学科は自力でいけるやろ、と思われる方にはいいのかもね。ただ、国家試験に落ちたら、再度受験料がかかるから、気をつけるんやで。改めて全体像になります。ただ、あくまで僕が調べた感じで語っているので、きちんとそのスクールや教習所の内容を確認してくださいね。様々なサービスがあるので、語りきれておりません。ここに書いた内容は、あくまで参考として捉えてくださいませ。どの取り方が自分に合っているのかは、人それぞれかと思うので、参考になれば幸いです。ちなみに僕は、免許取得する前に、スクールと教習所の違いについて、理解しきれなかったので、なんとなく、国家試験免除という言葉に惹かれ、教習所に通うことにしました。続いて、難易度について。1級の難易度ですが、教習所に通った前提で、僕の個人的な感想をお伝えすると、1級は前提知識があっても、やはりちょっと難しいと感じました。普段から船で釣りをしたり、船に関わっていて前提知識はある程度あるものの、海図や交通ルールは勉強しないと難しいですね。前提知識が全くゼロで臨むとなると、かなりハードルが高い気がしました。教習所の日程次第では、1級学科、審査、2級学科、実技、審査、という流れもあるようです。なので、順を追って講習を受ける、もしくは独学することによって、少しでもスムーズに覚えられるようにしましょう。僕は、自信がなかったので、最短で取ることよりも、確実に取ることを優先したいと相談し、2級課程、1級課程という順で組んでもらいましたよ。2級課程の内容について。2級課程では、船長としての心得、航行ルール、法律、船の特性、エンジンの仕組みなどを勉強しました。ひたすら覚える、反復学習する、という感じでした。審査では、誤っているものはどれか、みたいな設問が多く、引っ掛けたいんだね、って思いました。過去問を1から2回やることで、出題傾向がつかめると思います。標識とか豆腐表とかが、ややこしいですね。右側通行なのも、車と違って混乱しますわ。実技講習では、各部点検や安全確認のやり方から始まり、ロープワークなども学びました。その後、船で少し沖へ移動し、離着岸、変身、人命救助などの操船技術について学び、そのまま実技審査を行いました。実技審査については、合格基準がわからなかったですが、安全に関する事項を怠らないように気をつけた方がいいかと思います。僕は、必要以上に指差し確認していたように思います。問題の離着岸、人命救助は、バッチリ一発で決めましたよ。1級課程の内容について。1級は、天気図、潮汐計算、海図とコンパス、三角定規などを使って、潮流を加味した実行進路や実行速力の求め方など、ほぼ算数問題なので、頭が爆発しました。あとは、エンジンの各部名称などを勉強しました。僕の場合、海図は講習時間内にひたすら問題を解き、自宅に帰っても何回か練習しました。海図の書き方を
超わかりやすく説明してくれている動画を発見したので、上にリンク貼っておきますね。この動画をすべて見て、改めて復習したら、めちゃめちゃ頭に入ってきました。本当にありがとうございました。1級の学科審査は、解図に時間がかかるだけで、後の設問はエンジン名称、標識、天気図などの覚える系でした。調べれば色々情報が出てくるので、ご自身で対策ができると思います。1級を取った感想、まとめ。僕は教習所に通って、1級船舶を取得したわけですが、過去問と教科書を手に入れれば、独学でもいけるんじゃないっていう感触でしたね。いろんな情報が転がってるし、動画も出ているから、費用を抑えたいなら学科は独学でもいける気がしました。ただ、前提知識があるかないか、と、1級課程は解図が難しいので、そこをどう捉えるかと思いますが、実技は、独学では難しい方がほとんどかと思うので、講習を受けた方が良い気がします。僕は、教習所の方が、学科講習が終わったらすぐ審査を受けられるのと、審査に落ちても追加費用がかからない安心感、別日に試験会場に行かなくても良い、というところが、結果論ではありますが、良い点だったなぁと感じました。審査の追加費用に関しては、教習所にもよるかもなので、ちゃんと確認してくださいね。スクールや教習所では、受かるための講習だけでなく、その先の、楽しいマリンライフを過ごすための安全について、とても配慮してくれています。なので、スクールや教習所の優劣はないと思いますが、ご自身に合った取り方が見つかればいいなぁと思っています。考え方は人それぞれかと思いますので、あくまで僕のケースは、一参考としていただいて、何級を取るのか、どうやって取るのか、吟味されると良いかと思います。ぜひ皆さんと、楽しいマリンライフを、一緒に過ごせたら幸いです。喋りまくったら喉が渇いたよ。それではまたね。